タイプだとまだどういうことかな。通信販売とかイベントごとで出張販売がすごい多いです。その中で多分こう通信販売とか始めたんです。あそこはきっかけ。そうですね。売り上げ作んないと。結構ギリギリな時もあったんです。あ、そうなんですね。そうですね。やっぱ人がいなかったんで、お客さん自体が。はいはい。でもパンは買いたい人はいるなって。で通信販売したらやっぱり応募がすごい来てくれたんで。おお。この流れでコロナ終わったかわかんないです。その後もずっと継続して。そうです。1.5倍ぐらい。そうです。パケットになって皆さん明太フランスの人気の有名な今からどんどん成形してます。すごいあの形になってる
自分自身が進歩するのってやっぱ自分自身が考えるだけじゃ結構難しいんですよね。だからやっぱりそうやってみんなに教えて、みんなが成長させて、成長させたものを見て僕もまたちょっと成長して、成長したのをまた教えて、そしたらまた周りもちょっと成長してっていうその循環が生まれるんで、なんか店舗だけでももちろん教えるし、まあよそというか他の店行ったりするのも結構いろんな人教えて、はいはい、そうすると1年後とかに会うとすごいこんな作るようになったのみたいな、みんなそれなりになんか独自のこう生態系を作って何かしら進歩していくんですよね。だからこう僕としては今まで研究して一番最高のものはちゃんと周りに教えて、で教えたものを使って周りがまたそれを使ってどう進化させてくれるかって楽しみなんで、まあ、よく職人って一子相伝とかって言いますよね。教えないで弟子だけ教えるって、はい、まあ、それをするとだから自分自身の成長も止まっちゃうんで、そこで終わりじゃないですか。だからやっぱり今あるものをもうちょっとよくってするためにちゃんと教えて、それをまた教えたものを聞いて、でまた考えて改造してまた教えてって、そういうディスカッションっていうか、いい循環っていうか、そうですね、はい、だから今度8月の20日ぐらいに、まあ、うち卒業した人間が結構店も出してるんですけど、はいはい、みんな集まってその勉強会するんですよ。まあ、周年祭みたいな形で、はいはい、でみんなが作って翌日みんなでちょっと販売会するんですけど、めちゃくちゃいいですね。そういうふうなこともちょっとずつしていこうかなと思って、だからまあそうやってそのシェフになってみんなオーナーになってやってる人たちもまた会ってそこで勉強会してディスカッションして、そしたらまたその今のうちの最先端の技術が周りに伝えれるじゃないですか。そうするとまあそれぞれもみんな考えて最先端を教えてくれるじゃないですか。そうするとまた1年後とかにやるとまたそれを改造してこんなのできてましたよとか言ってくれるかもしれないし、まあ今いるスタッフとかって昔のスタッフは知らないんで、そこでまたつながりが生まれてまたなんか化学反応が起きるかもしれないんで、だからもう一人で考えるものって要はそこまで大したものはできないです、正直多分。やっぱりそうやってこういろんな人と関わって、その情報処理能力を上げていかないと。どっちも今日20個ずつだから。
いいからジャケットを入れて出すときクリームチーズをもらってはい今木の上に直にパンを置いてるんですけど、はいそれって僕出すまで多分世界で一個もなかったんですよ。カゴに置いたりとか何か置いてたんですけど、今結構増えてると思うんですよね。そうですね。結構そういうその何気ないことですけど、僕が東京で販売やってる時にカゴをずっと掃除してたんですよ。はいでもカゴ汚れるし、もうカゴの掃除ばっかしてるなと思って、すごい無駄な気がすると思って、そういうなんか無駄な作業を抜いて、なるべくその、売り場にしてもそのパンが主役なんで、パンが目立つように、なるべくシンプルに。だから作り方もそうなんですけど、素材とかをなるべく吟味して、なるべくこうシンプルな作業というか、あんまりやりすぎないことをして、なんかその素材の味、美味しさっていうのを表現できないかなと思って。